日本人の心、日本酒。神様のために備える日本酒から文化的な象徴としても欠かせない日本酒。現在では嗜好品として海外の方にも楽しまれている。その味わいは千差万別で多種多様である。そんな日本酒が好きになると、日本酒がどのように作られているか興味が湧いてきませんか？しかし日本酒作りというのは奥が深く、なかなか理解できないものだと私自身も感じています。どんな方でももっと身近に感じていただけるような動画で酒造りを伝えていきます。日本酒がどうやって作られているかをマスターして、もっと日本酒のことを美味しく感じちゃってください。日本酒の原料をまず案内していきましょう。日本酒の瓶に書いてある通り、基本的な原料は水、米、麹、この3つになります。これらを発酵してこしたものが日本酒です。原料が分かったところで、早速どうやって作られているのか見ていきましょう。日本酒作りはまず米から始まります。これがなくては日本酒作りは始まりません。農家が汗水垂らし、苦労して作ったお米をお酒に加工していくのです。なので日本酒はお米の加工食品と言い換えることもできます。田んぼから買ってきた稲は精米機にかけてきれいに仕上げる必要があります。日本酒の精米というのは一般的に食べるご飯よりも圧倒的な時間をかけて精米されます。なぜならばお米の外側にはきれいなお酒を作ろうとした時には雑味に感じることもあるからです。これが日本酒のラベルに表示してある精米部合というのを表します。ちなみに精米部合とはお米の玄米の状態からお米を磨いて何%残ったかを示します。反対に削った数字は精白部合と言います。例えばこのお酒の場合、精米部合 70% と書いてあるので、玄米の状態から 30% 磨いてあり、磨いた方の部合を精白部合 30% と呼びます。さて、ここからが酒蔵の出番です。秒単位の時間で水を吸い込ませる作業からのスタートです。空気はピリッと張り詰めていきます。水分を含ませたお米を次は蒸していきます。食用の場合はお米を炊き上げますが、日本酒の場合は蒸していきます。理由はお米を麹をつきやすくするために外は硬く、中は柔らかい状態にしていくためです。蒸し上がるまで1時間ほどかかります。お米が蒸し上がるまで一旦緊張もほぐれましたが、この時間は次の作業の準備を万端にしておく必要があります。酒造りは一瞬も気が休まることがないのです。お米が蒸し上がるとまた緊張が張り詰めます。蒸し上がったばかりのお米を熱々のままで適温まで冷ましていく工程に入ります。温度や湿度は酒造りの要となるため、急いで仕上げなくてはなりません。適正なお米の放冷が完了したら、次はいよいよ日本酒造りの一番の要と言っても過言ではない麹作りに入ります。蔵人は細心の注意を払って麹作りの作業に入っていきます。お米を広げて麹菌を振りかけていく作業に入ります。麹をまんべんなくまぶしたら、その後は3日ほど待って麹菌の増殖を待ちます。次は発酵をスタートさせるための酒母作りを行います。英語で言うとスターターというと分かりやすいらしいですが、こちらの方が意味合い的には日本人としても分かりやすいです。この時点でアルコール発酵は進んでおり、スターターの時点で10度ほどのアルコール度数があります。日本酒作りはワインやビールと違って平行複発酵という独特の発酵形式をとどめます。お米のでんぷんを糖化させて、それからそこに酵母を放流して、そこでやっと発酵が始まっていくのです。酒母スターターを移した1つのタンクに麹と水、酵母を3回に分けて仕込んでいきます。これを三段仕込みという。3回に分けて仕込むのは、もろみ内の酸性を適度な酸性に保ち、他の菌の繁殖を防ぐためです。材料をすべて入れ終わると、定期的に様子を見ながら、発酵の様子を成分検査しながら、絞りのタイミングを見計らいます。
活発なアルコール発酵を始めたら温度を変えたり糖化を促す手伝いをしながら狙った脂質になるまで発酵を進めます。この青はお米のでんぷんを糖に変えたものをアルコール発酵させた時にできる二酸化炭素です。これと同じタイミングでアルコールが生成されていきます。発酵も少しずつ落ち着き、香味の確認をして日本酒造りの最終工程である搾りに進みます。この酒蔵では船という箱の中にもろみを詰め込んだ袋を積み上げた後に上から圧力をかけ絞っていきます。澄んで透明な液体が出てきました。できたばかりの日本酒は我が子のようだと酒蔵の方が言うほど思いを込めて作られるのです。この時点で日本酒が完成したと言えます。酒造りにはストーリーがあります。毎年ベストの日本酒を世に出すために試行錯誤し、大切な我が子を世に出すために大切に育て上げていくのです。これから日本酒を飲むときはそんなストーリーまで考えて飲んでいただければ幸いです。